ようこそ骨圧鉄道チャンネルへ。東京23区南部と神奈川県の横浜三浦半島エリアに路線網を持つ大手私鉄の一つである浜の赤い安築省元井京浜急行電鉄。赤い電車が特徴の京急には独特の構造を持った電車も多く、また曲芸のような運行を行うことや高速走行などもあり、一定の根強いファンを抱えていることも特徴です。そんな京急の電車ですが、編成の先頭車が必ずモーター付きの電動車になっています。また京急は都営浅草線と直通運転を行っていますが、直通運転を行うにあたって都営地下鉄や京成電鉄、北総鉄道から京急に直通する車両についても必ず編成の先頭が電動車になるように要請しているため、京急線内に乗り入れを行う全ての列車についてどの車両であっても先頭車は必ず電動車になっています。ところで特に長編成を組む車両において他社で先頭電動車というのはあまり見受けられません。なぜ京急はそこまでして先頭電動車にこだわるのでしょうか。そこで今回の動画では京急の車両が先頭電動車にこだわる理由についてメリットだけでなくデメリットも交えながら解説・考察をしていきます。それでは本編へどうぞ。京急の電車のこだわり。関東圏を走る大手私鉄の一つである浜の赤い安築省。そんな京急の電車には様々なこだわりがあり、赤く塗られた車体もそのうちの一つです。一時期は塗装レスに浮気しかけた時期もあり、それゆえ先頭部分の塗装が必要な部分を除いて金属地肌の上に赤いフィルムを貼った電車もありますが、そういった一部の電車を除いた場合、現在に至るまで車体を赤色に塗装するのが伝統となっています。この赤色の塗装は京急が技術面や経営面で参考にしたアメリカパシフィックエレクトリックレイルウェイが大きく関係しています。パシフィックエレクトリックレイルウェイが保有していた多くの電車が赤色に塗られた電車だったことに由来する形で京急も車体を赤色とし、それが現在にまで受け継がれている形となります。以降京急イコール赤い電車というイメージが定着し、そのイメージを維持する目的もあるのか、現在でも京急では赤色ベースの塗装を電車の車体に施しています。なお現在の特に首都圏を中心とした各鉄道会社では錆びにくいアルミやステンレス製の車体が主流となり、その錆びにくいという特性を生かした上で経費削減のために車体全体を塗装するということがかなり減っています。京急も2007年以降はステンレス製の車体が主流になり、車体全体を塗装する必要性はもちろんなく、赤いフィルムを貼り付ける形で赤色ベースの車体に仕上げていました。ちなみに以前はアルミ車体を採用していたのですが、アルミ車体の車両は例外に漏れず全面塗装をしております。そんな中で2017年度に製造・投入された車両からは再び全面的に塗装が施されるようになった経緯があります。この辺りについては別の動画にて解説しているため、よろしければ本動画のご視聴の後にこちらの動画をご覧いただくと、その辺りの事情についてはより詳しく知ることができます。概要欄からアクセスすることが可能です。また京急では赤色のカラーリングだけではなく電車の性能にもこだわりがあります。昔から京急の車両は高い加速性能と高速性能という相反する性能を両立させているのが特徴です。多くの鉄道会社ではどちらか一方を諦めてそれぞれの路線事情に合わせて妥協点を探って車両開発を行うため、これを昔から両立させている京急は非常に珍しいと言えます。また高い加速性能と高速性能を両立させるために京急の電車は電動車の比率が高いのも特徴です。一般的な電車は大きく分けるとモーターのついた電動車とモーターがついていない付随車に分けられます。京急の場合は高加速性能と高速性能を両立させるため、出力を高くするためにモーターがたくさん必要なため、どうしても電動車の比率が高くなってしまいます。電動車と付随車の割合はおおむね均等とすることが多いですが、京急は3対1程度の割合で電動車を高く取った編成が多く、かつては全電動車構成というのも多数見受けられました。
軽量かつ高出力なインバータ制御と交流電動機の普及もあり、京急でも電動車と付随車の割合を均等にして高価で維持費のかかる電動車を減らす試みも見られますが、その特性の問題からあまりうまくいっておらず、試しては戻してまた試しているような状況が現在の京急です。かつての京急ではヘッドライトと乗客が乗り降りする客用扉にも並々ならぬこだわりがあった時期もありました。1978年に初登場した800型までの電車については、全てヘッドライトが中央上部に1灯だけ設置され、扉は両開きが主流になりつつある中で片開きとされていたのです。これは1970年に京急の副社長となった日野原保氏の考えが大きく影響しています。日野原氏はこの形の車両が美しいという考えをそのまま車両のデザインに反映させていたのです。例えば片開き扉にこだわり続けた理由については、700型の設計時に 8mm カメラで片開き扉を採用する京急の電車の乗降と、両開き扉を採用する国電の乗降を撮影した上で、両開き扉の方が1人だけ処理人数が多かったが、京急が用いる18メートル級の電車では片開き扉の方が美しく、またシンプルな構造だったことが語られています。これらの設計思想は日野原イズムと言われており、特に700型や800型は日野原イズムの影響を大きく受けています。また他社では普及がかなり進んだボルスタレス台車も、急カーブの多い京急では天候性能に問題があるとして一切採用せず、現在もボルスタアンカーのついた台車を採用し続けています。これは他社の車両が京急に乗り入れる際の条件でもあり、この条件を満たせない電車は京急線へ直通をしておりません。ただし1回だけ久里浜工場へ検査を受けるときに深夜に低速ではありますが、ボルスタレス台車を採用すると AE5000 型が京急線を通ったことがあります。そして京急の電車は必ず先頭車は電動車にするという強いこだわりを持っています。京急のこれまでの車両は基本的に全ての編成において先頭車はモーターが搭載された電動車になっており、一時期は例外的にそれ以外の電車が走ったこともありますが、これも京急に乗り入れを行うための車両の条件です。この先頭電動車へのこだわりは丸山イズムと言われており、日野原イズムの日野原保氏と同じ時期に信号関係で活躍した丸山信明氏の安全に対する考えが今も色濃く残っています。このように先頭電動車にこだわっている京急ですが、他の鉄道会社では編成の先頭車両が必ず電動車という事例は単編成を蘇生する際を除くと非常に少ないです。なぜ京急はそこまでして先頭電動車にこだわっているのでしょうか。京急が先頭電動車にこだわる理由は、先頭電動車に対して現在も強いこだわりを見せる京急。ところで先頭車を必ず電動車にすることで先頭車両の床下が重くなり、それによって限られた設備を有効活用した高頻度運転と京急独自の理論に基づく安全性を確保しているのです。鉄道に使われているモーターは種類によって重さは前後しますが、どんなに軽くても1つあたりだいたい 500kg はします。そのモーターを各軸に1つずつ合わせて4つ仮装するだけで、先頭車は最低でも2トンは重量が増えています。そして先頭電動車へのこだわりについては、車軸に近い場所が重くなることが重要であると考えられます。では京急がこのように先頭電動車にこだわる理由ですが、どういった理由で京急はこだわっているのでしょうか。これについては主に2つの要素に分解することができるため、これからそれぞれの要素について見てみましょう。京急が先頭電動車にこだわる理由の一つとして、軌道回路検知の正確性を高くすることが挙げられます。現在の鉄道においては大体の場合レールに電気が流れていて、その電気の流れを検知することによって線路上に列車があるのかどうかを判断しています。この電気の検知は電車の荷重によって判断されるのですが、京急では先頭電動車にすることで先頭車の床下が重くなり、軌道回路が検知しやすくなるとしているのです。
検知しやすくなるとポイントや信号の切り替えを素早く行えるようになり、限られた施設の中で高頻度高密度の列車運行を実現させているのです。例えば京急の東京側の拠点駅である品川駅は2面3線という京急の列車運行頻度や利用者数を考えればかなり貧弱とも言うべき設備となっています。さらに品川止まりの列車の折り返しだけではなく、都営浅草線と直通運転する列車もさばかなければいけません。加えて品川駅では列車の増改結も行われ、駅の北側に設置されている X 線、Y 線と呼ばれる留置線、通称新品川に出たり入ったりすることも頻繁に行われるという状況です。そしてラッシュ時間帯やダイヤが乱れている時は素早いポイントの転換や信号の切り替えが必要になってきます。軌道回路の検知がしやすい先頭電動車を採用していることで素早いポイント転換や信号切り替えが可能で、このように貧弱な設備でもうまく列車の運行を可能としているのです。なお京急品川駅がどうしてカオスを強いられているのかについては別途こちらの動画をご参照いただけますと、そのあたりの事情についてはより詳しく知ることができます。概要欄からアクセスすることが可能ですので、よろしければ本動画のご覧が終わりましたらご参照いただけましたら幸いでございます。京急が先頭電動車にこだわる理由の2つ目ですが、脱線事故が発生した時に列車そのものが転覆して二次災害が発生してしまうことを防ぐことが挙げられます。車体ではなく床下の車軸の近くを重くすることで列車の重心位置を低くすることができます。そうすることによって脱線するような大規模な事故が発生したとしても、脱線した車両がローリングすることを抑制することができます。よくミニバンや軽配トワゴンの横転事故が目立ちますが、あの類の横転事故も重心が高いことに起因することが多いです。なので特に何かとぶつかって脱線事故の起因になりやすい先頭車を電動車とすることで重心を下げることによって結果として二次災害となる転覆事故を防ぎやすいという理論です。この京急独自の先頭電動車による安全理論ですが、過去の脱線事故からも証明されているということができます。例えば2012年に横須賀市内で大雨によって発生した土砂崩れに三浦海岸行きの特急列車として走っていた1500型1701編成が突っ込んだ事故。この事故では先頭の3両が脱線するという事故となってしまい、乗客乗員合わせて11人が怪我をしました。横須賀市内のトンネルが続くこの近隣においては1997年にも実は1500型が当該となった同様の事故が発生していて、この時は乗客乗員合わせて19人が怪我をしました。このように1997年と2012年と2回も崩れた土砂に突っ込み脱線するという事故が発生しています。しかし2回とも脱線はしたものの車両の転覆は発生しておらず、死亡者は出さず怪我人だけで済んでます。その他にも2019年には神奈川新町駅近くにある踏切にて踏切内に立ち往生していたトラックと新一線型1137編成が衝突するという事故が発生しています。この衝突時には車両が脱線し先頭車は斜めに傾いたのですが、そこから転覆することはありませんでした。この事故の発生原因は原因を作ったトラック運転手のほか、京急本体、横浜市、トラック業界など様々な箇所に問題があり、多方面から問題のあった結果発生した事故と言えます。しかしトラックを運転していた運転手は亡くなってしまったものの、衝突した列車に乗っていた乗客乗員の怪我は34人だけで済んだのです。このように京急では先頭電動車を採用することによって万が一の事故が発生したとしても転覆までには至ることは少なく、結果として二次被害が発生することは少なくなっています。こういった理由から京急は現在でも先頭電動車に強くこだわっています。ちなみに京急以外では同じような理由によって京阪電車でも現在は先頭電動車へのこだわりが見られます。京阪では1980年にいたずらによってレール上に置かれたコンクリート製の U 字工の蓋に衝突して列車が脱線し、104名の負傷者を出す置き石脱線事故を起こしています。
このことを踏まえてか、この事故以降に設計された6000系以降の電車では京阪電車でも原則として先頭電動車を採用しているのです。しかし先頭電動車ではない既存車はそのまま使用をし、また既存車の増備編成でも必ず先頭電動車としているわけではないため、京急のように強いこだわりはないと見て取れます。先頭電動車のデメリット。限られた設備の中で高頻度かつ安全に列車の運行を行うため、長年にわたって先頭電動車にこだわる京急ですが、先頭電動車にもいくつかデメリットがあります。まず、先頭電動車にすることによって雨天時に空転が発生しやすくなります。京急は雨天時によく遅延しますが、雨天の時の遅延の原因は大半が車輪の空転です。もし先頭車が不随車であれば、先頭車の車輪が線路に溜まった水をはけてくれます。そのきれいになったレールをモーターが搭載された動力軸が通るため、もちろん空転が発生しないわけではないのですが、先頭電動車構成と比較して空転発生割合は比較的少なくなります。一方で先頭電動車の場合、レールの上に水が溜まった状態のまま直接モーターが搭載されている動力軸が通る形になります。どんなに空転滑走制御が良かったとしても、結果として車輪の粘りが効かず動力をうまく伝えられなくなるため、空転の発生率が構造としてどうしても高くなってしまいます。この辺りは近年冬季に多発していることが目立つE3系新幹線のオーバーランの原因とも考えることができます。そのため先頭電動車を導入する場合、より強力な空転対策が課題となってきます。もちろん空転問題以外にも先頭電動車とすることによるデメリットはあります。ただでさえ保安機器や運転台などで重くなりがちな先頭車にモーターを乗せることでさらに重たくなってしまうことです。鉄道車両が重たくなればなるほどレールなどに与える負担は大きくなり、それは結果として保線にかかるコストが上がってしまいます。そのため多くの鉄道会社ではできる限り重たい鉄道車両は走らせたくないのが本音です。京急においても直通を行っている各鉄道会社との取り決めで、車両1両あたりの自重は35トン以内に収めないといけません。この制約が特に問題となった事柄としては、自動で回転してロングシートにもクロスシートにもなる LC 腰掛けを車内に装備した新1000型1890番台の設計があります。重たい座席を装備しながら電動車に必要な機器を全て先頭車に乗せると35トン制限に引っかかってしまい都営浅草線へ直通できなくなるのです。このため制御装置を不随車である先頭車の後ろの車両に搭載し、その他にもミリ単位で様々な調整をするという特殊な設計を採用しながら涙ぐましい努力をしています。京急は先頭電動車にすることで安全性を確保しながら高頻度運転を実現しています。しかし実際の運転において空転が発生しやすかったり、先頭車の自重が重くなって車両の設計に一部で制限がかかるなど、メリットだけでなく一定のデメリットも抱えているのです。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって、京急が先頭電動車にこだわる理由について、京急の信号システムに大きく関わった丸山信明氏による、いわゆる丸山イズムを今も大切にしており、それが影響することによる先頭電動車であること。先頭電動車にすることで軌道回路検知の正確性が高くなるとしていること。軌道回路検知の正確性が高くなることでポイントの転換や信号の切り替えを早くできるようになり、結果として列車の高頻度運転が可能になるとしていること。また先頭電動車とすることで重心が下がり、万が一脱線するような事故が発生しても転覆する可能性が低くなること。一方で先頭電動車を採用することによって重量問題や空転問題などが発生してしまうことも事実であり、これらは雨の日に京急がよく遅延することにもつながると考えられることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。
またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。